こんにちは、UE キャンプです。本日は今まで紹介した動画の総集編としてミニゲームを作っていきたいと思います。サードパーソンをベースにするので、サードパーソンでプロジェクトを作ります。ミニゲームとしては、アイテムをいくつか取ってゴールにたどり着くといったゲームを作りたいと思います。プロジェクトが立ち上がりました。まずはアイテムを作っていきます。アイテムの見た目とコリジョンを作っていきます。まずは見た目となるエフェクトをつけるためにナイアガラを追加します。ナイアガラを追加すると右の詳細ウィンドウでナイアガラを指定できるようになります。エフェクトはマーケットプレイスからダウンロードしていきます。過去の動画で紹介したエフェクトを追加します。無事プロジェクトにエフェクトが追加されました。アイテムっぽいエフェクトがあるので、これを使っていきましょう。ナイアガラシステムアセットに先ほどのアセットを指定します。次に当たり判定をつけるため、ボックスコリジョンを追加します。ビューポートを開いて当たり判定とエフェクトの確認をします。次にプレイヤーと当たった時のイベントを追加します。ここまでの動作を確認するため、まずプリントストリングで文字列を表示します。実際に配置して挙動を確認していきます。無事、ハローと出てきました。アイテムと当たった時にアイテムを消す処理を追加していきます。次に他のブループリントにイベントを渡すためのイベントディスパッチャーを追加します。ここではアイテムゲットという名前にしておきます。ボックスに当たった時にイベントディスパッチャーのアイテムゲットが呼び出されるようにノードをつなぎます。ここまでの動作をプレイして確認しておきます。ハローと出てアクターが消えることまで確認できました。次に開始時にアイテムの位置をランダムに移動させてみます。開始時のイベントはビギンプレイなのでノードをつなげていきます。セットアクタートランスフォームでアクターのポジションを移動させます。マップのおおよそのサイズを確認していきます。サイズが確認できたので値を入力していきます。アイテムの初期値はランダムにするため、ランダムフロートインレンジという関数を使って、最小値と最大値を使って値を指定していきます。コンパイルして動作を確認していきます。プレイを繰り返してアイテムの位置が変わっていることを確認していきます。
アイテムは複数配置するため、フォルダを作ってその中に配置していきます。コピー&ペーストでアイテムを大量に作っていきます。20個作ったので動作を確認していきます。ランダムな位置に配置されていることが確認できました。次は動くブロックを作っていきたいと思います。マイフレーム通るイベントチックに処理を追加していきます。セットアクターリラティブロケーションに前回のアクター1から Z 値を加算された値をセットします。変数を用意して加算される Z 値を保持しておきます。見た目がわかるようにスタティックメッシュにブルーのブロックを指定します。実際にブロックを配置して動くか確認していきます。無事動くことが確認できました。このままではずっと上昇し続けるので、限界値を持たせて下に下がってくるように組んでみます。条件文はブランチで作れます。Z 値が500以上になった場合、移動値を反転させます。降りてくる場合も床に突き抜けないように処理を組んでいきます。処理が組めたので確認していきます。無事上限と下限値で上下するようになりました。次にアイテムを取った時にトランスマックス Z の値を加算していきます。まずはアイテムゲットのイベントを呼び出せるようにします。
アイテムゲットのイベントが来た時にトランスマックス Z の値を加算していきます。確認のために加算されたトランスマックス Z の値をプリントストリングで表示させておきます。初期値500から25加算されているのが確認できました。アイテムを取ってからゴールにたどり着けるようにトランスマックス Z の値を100にしておきます。プレイして動作を確認しておきます。アイテムをいくつか取ってブロックが上に上がるか確認していきます。数値が上がっているのが左上のデバッグ表示で確認することができています。次にゴールを作っていきます。ゴールもアイテム同様にナイアガラとボックストリガーを追加します。ゴールに当たった時のイベントを追加していきます。ゴールに当たった時の UI を作っていきます。ゴールと表示されるようにしておきます。小さいのでフォントサイズを大きくしておきます。あとセンターに表示されるようにしておきます。ゴールに当たった時にゴール UI が表示されるようにしていきます。ゴールに当たった時の UI が表示されるか確認していきます。正しくゴールと表示されました。次にアイテムを取ってしかたどり着けない高さまでゴールを変更していきます。プレイしてゴールが高い位置にあることが確認できました。次にアイテムとゴールに当たった時に音をつけていきます。無事アイテムを取った時に音が再生されるようになりました。アイテム取得時のデバッグ表示も消しておきます。次にゴールに当たった時の音を追加していきます。最終的な動作を確認していきましょう。
アイテムを取った時にブロックの移動の高さが加算され、ゴールに着いた時に UI が表示されるようになりました。過去に昨日紹介したものの組み合わせで、今回はミニゲームを作ってみました。UE キャンプでは初心者が Unreal 5を使ってゲームを作るためのノウハウを動画で配信しています。動画が良かった、Unreal 5を学びたいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter も概要欄にリンクがあるのでフォローよろしくお願いします。